がにここは外国人観光客多いでしょ。朝9時くらいにやってきたけどそれなりに人がいるね。この紅葉を求めてきているみたいだね。かなり鮮やかに咲いているから外国人でにぎわうのもわかるわ。さすがに人が多すぎて撮りにくいから写真でごめんなさい。今回の目的は有彩亭。机や水に映る紅葉が綺麗な場所。机にかなりはっきり写っているのね。係員が定期的に机を拭いていたから綺麗に写るみたい。長机で順番に写真が撮れるから違う景色が写るのが魅力。一番の映えスポットは8人制。自分以外は全員中国人みたい。日本語ではないことは確かね。3分制で交代の部屋で撮れる写真はこんな感じ。他の人は係員の話を聞かずに写真撮ってたからそういう人種なんだね。あんまり分かり合えない人たちね。静かにルールを守って日本を観光してくれれば何も言わないんだけど。外に出ると水に映る紅葉が。水だから水面が揺らして遊びたいよね。水面で遊ぶ用の筆があるから使ってみてね。有彩亭は予約制で料金2000円の前払い。気になる人はホームページから予約してね。次のスポットに行く前に竹林を散策。さすがの人。パッと見て9割近くが外国人みたいだね。外国人って日本人とは別の視点で写真を撮っているイメージ。外国人には珍しくて美しいのかもね。確かにこのずらりと並んだ竹は珍しいかも。これ歩ける？無理やりにでも行くしかないわ。次に来たのは嵐山にある天龍寺。嵐山で有名なお寺ね。1339年に開かれたお寺は後醍醐天皇を弔うため、昔は近くにある渡月橋や竹林も天龍寺の境内だったらしい。昔から屈指の観光スポットだったのね。庭園の拝観料は500円。意外とリーズナブル。拝観料がちりつもでお札がどんどん消えていくけど。ってことで昔は天龍寺の境内だった渡月橋を歩いていく。ここもすごい人。人が多すぎて左側通行になっているよ。警備員さんが案内しているからちゃんと従うのよ。ここからどうする？北東の方に行ってみようかな。じゃあまずは南禅寺方面で。そうと決まれば早速向かうのだ。南禅寺にやってきました。北条庭園ってところが綺麗らしい。ここでも十分に豪華で綺麗だけどね。庭園的な綺麗さだったね。でも赤と緑と黄色のバランスがあって全然いい。太陽の当たり方によって緑の部分があるのが魅力よね。緑色のもみじは色づくことなく散っていくのかな。ってことで南禅寺でした。歩いていたら綺麗だったから導かれてしまったわ。ここは永観堂だね。
もみじの栄冠堂と呼ばれ、約2000本のもみじが植わっているらしい。 AI 画像見たい。人が並んで座っていると AI っぽいよね。しかもこのチャンネルのショート動画ほぼ AI 画像だし。行っちゃうのね。事実だし。でもこれはちゃんと撮影した写真だよ。綺麗に並んでいたから撮影しちゃったよね。そこで撮った写真がこれ。なんか思ったより普通だったのだ。どっちかというとこっちの方が好き。風があって少し水面が揺れているけど綺麗に反射してるわ。この小島は弁天社っていう名前らしい。水の神様が祀られているらしいわ。近くが銀閣寺だからここまで来たら行かないと。ここまで来ると嵐山と比べると外国人少ないね。単純に京都駅から遠いから人も少ないのね。このくらい人が少なければとは言わないけど、人にぶつからないように歩けるのが一番だね。やってきました銀閣寺。この風格がかなり好き。待つってなんか気持ちが和らぐ気がする。銀閣寺は教科書とかに出てくるほど有名な場所。室町幕府8代将軍の足利義政によって作られたのよね。自らの美意識を全て投影したって言われているよ。だからどこか懐かしくて和む雰囲気なのね。この景色見ながら温かいお茶とか飲みたくなるよね。それはちょっとわからない。京都に来たらここは行きたい龍安寺。石庭で有名な場所ね。この後行きたいところがあるから急いで見に行くよ。龍安寺って思っていたより広い。なんかまだ石庭が見れないんだけど。池を越え、庭園を越えて石庭に着くみたいね。それは遠いのだ。ついに来ました石庭。あの石がすべて見えるスポットがあるのよね。ここだ。じー。ごめんなさい。龍安寺だから龍の襖なのね。中二心をくすぐるデザインだよね。紅葉のトンネルだね。黄色いトンネルも珍しいわね。池から写真を撮ろうとしたらもう暗くて厳しいね。急いでいるんじゃないの？ひゃあ。駆け込んだのは仁和寺。まるで廃山兵のようにね。あ、仁和寺は2025年の竜王戦7番勝負の第3局の場所。個人的に好きな盤上のオリオンのコラボ商品を買いに。この辺りのはずなんだけど。気を取り直して庭園徘徊と移りましょう。創建和には4年。だから庭寺なのね。886年に高皇天皇が発願された。応仁の乱で一度消失してしまったらしい。江戸時代に徳川家公へ再興が承諾されたのだ。再興した時に仁王門も作られたのよね。この五重塔も一緒に建てられたらしい。もう特に用はないから今日最後の場所に移動するよ。今回のライトアップは第5次。200万坪に及ぶ広大な境内はもみじ狩りの名所。あの豊臣秀吉ももみじ狩りをする予定だったらしい。これがそのもみじ？ちょっとすごすぎるんだけど。ライトアップされたもみじが連なっているよね。しかも思ったより人がいなくて歩きやすい。何も気にせずに写真も撮れるしいいわね。まあここは駅から遠いし、第5駅から歩いて10分以上あったのだ。近くにバス停はあるけど時間通りに来る可能性低いわよね。周遊パスも確か第5次は対象外だった気がする。そうなると行くハードルが高いわね。そのわけいい景色が見れるから。写真映えスポットは池に浮かぶ弁天堂。明日は奈良の東大寺に行ってみるのだ。外国人の巣窟ね。
付したい。この時期のオスは発情期だから危ないわよ。こんなにいるからいつかやられるよ。外国人しかいない？あれ、人間の話だったの？でも思ったより人が少ない気がするからいい写真撮れそう。どんどん行こお尻がかわいい。この毛並み良すぎる。う。どこ見ているのでしょう？オスのプライド。Están encapitados. ¿Qué haces? Están enfrentando. 核の生えかけが一番危ない。東大寺の石碑を背に。異常歯科コレクションでした。東大寺の建物が結構好み。鹿の角具みたいなものついてるよね。外国人は思ったより少ないけど修学旅行生が。京都は観光スポットが近いから判別行動だけど奈良はスポットが少し遠いから集団行動なのよね。ついでに春日大社にも行ったよ。春日大社の参道も鹿が多いんだね。ファンサがすごい鹿。こんにちは。こんなにお辞儀してくれる鹿も珍しい。今回はここまで。外国人の大人げ観光スポットはやっぱりすごかった。でも思ったより人が少なかったから今が旅行時期かも。旅行は行きたいと思った時が一番楽しいから。次回は山梨で夏にやっていたアニメ「モノの聖地巡礼旅」。気になる人はチャンネル登録よろしくね。それじゃあまた次回。